今回はですね、独特なサウンドと、あと革新性で知られるスウェーデンの楽器メーカー、エレクトロン。この企業そのものに、深く迫っていこうと思います。手元にはですね、企業の公式情報とか、製品レビュー、それからかなり熱心なユーザーコミュニティの声が集まってまして、エレクトロンがどうやって明日の音を形作ることを目指して、さらに言うと、素晴らしい音を通じて世界を救うなんていうちょっと壮大な使命を掲げるようになったのか、その哲学と実践を、一緒に見ていきたいなと。まずはエレクトロンのその成り立ちからですかね。1998年、スウェーデンのヨーテボリで工学部の学生3人で始めたそうですね。最初から他とは違うユニークなものを作りたいっていう、そういう思いがあったみたいです。で、彼らが追求しているのが、資料を読むと最も素晴らしいと考えるサウンドだと。表現がこれまた面白いんですよね。甘く酸っぱい、水晶のよう、曲がった雄大なとか、ふむふむ。多様な音の世界観を持ってるんですね。で、何より独自の道を進むっていうのを哲学の中心に据えてる。なるほど。品質へのこだわりも徹底していて、スウェーデンで作って出荷前には1台ずつ厳密にテストするっていう、これはやっぱり譲れないポイントのようです。そうですね。その哲学をもう少し掘り下げてみると、サムシングニューっていう言葉が一つ鍵になるかなと思います。サムシングニュー。はい。単に過去の焼き直しをするんじゃなくて、常に何か新しい価値を提供するっていう、そういう強い意志ですね。過去の技術とかアイディアには敬意を払いつつも、そこにエレクトロンならではのユニークで、先進的な要素を加えていくと。この姿勢が彼らの革新性の源泉と言えるでしょうね。なるほど。で、同時にですね、エレクトロンネスっていうそういう概念もすごく大事にしてるみたいなんです。エレクトロンネスですか？つまり全ての製品に一貫したエレクトロンらしさ、DNA みたいなものが受け継がれている必要があると考えている点が、非常に興味深いなと。ただ新しいだけじゃなくて、ちゃんと揺るぎない軸があるっていうことなんですね。そのエレクトロンらしさっていうのは具体的にはどういうところに現れてるんでしょうか？資料なんかではどうですかね？そうですね。資料を見ると、やっぱり独特のシーケンサーの操作感であるとか。シーケンサー。あとは、時に挑戦的とも言えるようなサウンドデザインの可能性。ここにエレクトロンらしさを感じるユーザーが多いみたいですね。直感的でありながら同時にすごく深く掘り下げられるみたいな。なるほど。その二面性みたいなところですかね。そういうことだと思います。で、その哲学っていうのは具体的な技術革新にももちろんつながってるわけですよね。特にやっぱり注目すべきはオーバーブリッジ技術かな？オーバーブリッジ。これハードウェアの楽器を DAW、つまりコンピューターの音楽制作ソフトとソフトウェア的にシームレスにつなぐっていう。まさにアナログとデジタルの架け橋ですよね、あれは。そうですよね。これによってエレクトロンのマシンがコンピューターの中ではVSTI とか AU っていうプラグインソフトみたいに動いてくれる。DAW の中でパラメータを操作したりオートメーション書いたりもできるし、さらに言えば USB ケーブル1本ですごく高音質なオーディオインターフェースとしても機能するっていう。便利ですよね。これはもうハードウェアの音作りの楽しさとソフトウェアの編集とか管理のしやすさ、これを融合させたいっていう多くのユーザーの願いに応えたものですよね。制作環境に対する深い洞察を感じます。製品開発のアプローチ自体もすごく面白いですよね。例えばディジトーン。デジトーン、FM 音源の。そうです、FM 音源。ちょっと前までは金属的で複雑な音が出しやすいけど扱いが難しいよねって言われてたじゃないですか。ありましたね、そういうイメージ。それを現代的に復興させて、もっと直感的に楽しく扱えるように設計したと。資料なんかを読むと、開発チームはユーザーがまず恥じり倒したくなるような、そういう体験をすごく重視してるらしいんですよ。なるほど。その思想は他の製品にもやっぱり通じてますよね。そうですね。例えば強力なサンプラーであるオクタトラック MK2。これも単なるサンプル再生機じゃなくて、非常に手を加えやすいレコーディング素材を扱えるサンプラーっていう、そういうコンセプトで作られてるんですよね。手を加えやすい。ライブパフォーマンス中にリアルタイムでサンプルを刻んだり加工したり再構築したりっていう非常に柔軟な使い方ができる。ただ
一方で資料の中にはその多機能性ゆえのなんていうか習得の難しさみたいなものを指摘する声も一部見られますけどね。ああ、なるほど。それはある意味独自性を追求するからこそのトレードオフってことなんですかね。そうかもしれませんね。でも逆にシンプルさを追求したモデルサンプルスみたいな製品もありますけど、ありますね。あれもユーザーからはシンプルに見えて実は奥が深いみたいな声があるって聞きますし、なんか製品ごとにちゃんと明確な個性とか哲学があるんですね。まさに。そしてエレクトロンを理解する上でもう一つやっぱり外せないのが活発なユーザーコミュニティ、エレクトロナウツの存在ですよね。エレクトロナウツ。これは大きいですね。単なるサポートフォーラムっていうだけじゃなくて、ユーザー同士が使い方を教え合ったり、すごい斬新なアイデアを共有したり、時には開発チームに直接フィードバックを送ったりもすると。へー。実際オーバーブリッジ2の開発なんかでは、ベータテストの期間中にコミュニティから寄せられたすごく詳細なフィードバックが製品の完成度を高める上でも不可欠だったって開発者も語ってますね。それはすごいですね。ユーザーとの対話が製品を進化させている。まさに恒例ですね。なんか開発者自身がもともとエレクトロンのヘビーユーザーだったりとか、そういう話もありますね。あとはユーザーが想像もしなかったような独創的な使い方をしているのを見て、それが新しい製品のアイディアにつながるなんてこともあるみたいで。ふむふむ。例えば初期のドラムマシンのマシンドラムのなんか意外な使い方が後のオクトラトラックの開発に影響を与えたみたいな話も資料にありました。なるほど。それは面白いですね。まさにユーザーとの競争関係というか。そうですね、競争ですね。開発プロセスにユーザーがかなり深く関わっている。だからこそ製品が進化し続けて本当に多様なミュージシャンに響くんだろうなと。それこそ実験的なトラックを作ってるアンダーグラウンドのアーティストからナインインチネイルズみたいな世界的なバンドまで非常に幅広い層に支持されてるっていう事実はその証拠と言えるんじゃないでしょうか。確かに。このコミュニティの存在がエレクトロンっていう企業のなんかダイナミズムを支えるすごく重要な要素になってるんですね。いやー、こうしてエレクトロンという企業を掘り下げてみると見えてくるのはやっぱりその独自のサウンド哲学への強いこだわり。それを実現するための画期的な技術開発、ユーザーの創造性を刺激するような製品設計、そしてその製品を核にしたコミュニティとのすごく密接な関係、これらが相互に作用し合ってエレクトロンをなんか唯一無二の存在にしてる、そんな感じがしますね。こうした哲学を持っている企業が生み出す高品質でしかも革新的なツール、これがリスナーの皆さん、あなたの音楽制作とかクリエイティブな活動にどんな新しい扉を開く可能性がありますか？そうですね。エレクトロンのように確固たる個性とか哲学を持ちながらも市場とかユーザーの声にはちゃんと耳を傾けて常に something new、 何か新しいものを追求し続けるっていう姿勢、これは音楽機材の世界だけじゃなくて他のいろんな分野でも応用できる考え方かもしれないですね。確かにそうですね。彼らがじゃあ次にどんな驚きを、どんな新しい音の世界を我々に提示してくるのか、これは本当に目が離せないなと思います。もしあなたがエレクトロンのツールを手にしたとしたら、どんな道のサウンドを探求してみたいですか？